でんでんでんでででんでででん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 でででんでででんじゃん。見てください、今ブヒって言っちゃった。私興奮してはい、今からボディをカットします。完全防備する。はい、じゃあ先生、はい、ここ1センチぐらい。いきまーす。綺麗に切ったの見て。本当だ、切れた。じゃあこれ。じゃーん。あー、切っちゃった。どうしよう、大丈夫かな。こんな。取れました。なんかこれあれかもしれない。これ小物入り重たいよこれ。普通に筋トレできる。この地味な作業ですよ。これやって気づいてくれるからな、誰か。いや、自衛隊綺麗になりましたねって自衛隊のつぶれがなくなって綺麗になりましたねって気づいてくれる人誰もいないですけど、一応やってきますよこういうとこ引っかかって危ないから、わかりました。滑らかにしてこういう角をも丸くして。わかりました。あなたの心丸くします。これはね、四角い頭を丸く。こいつはね、やばいです。触っただけでスパーンって切れるぐらい尖ってますはい、では皆様、ジャパネット下田のお時間です。このタッチペンはなんとサビを止めるタッチペン。見てくださいどうしよう。いや、なんかほら自分で撮った絵を。すごいですよこれ。ちょっとまだまだ切るとこあるけど、大まかに切ったところね、重たいのこれ。ほら、こんなに軽くなって、あ、重さ測りたい。11キロ。 1.1。 1.5。1.2。 15.22。佐藤圭さん何キロだったと思います？全部で15キロ。だって聞いてましたよ今。聞いてないよ。本当に 15.22 キまあロ。そんなもんだ。すごい。15.22 キロ減今のところねなんかいろんなものがなくなりました。本当に大丈夫なんでしょうか。こんなにぶった切ってしまって不安でしかない。
れ今水温が上がっちゃうんで見てください。これウォッシャー、ウォッシャーじゃない、ウォータースプレー。フロントが応答してでもね、ちょっと走ってみたけどフロントの効きがねすごい悪かったんで、今フロントをね足前にごっそり変えてもらってます。ラストスパート、車の外装を仕上げたいと思います。ここまで形にしてくれたので、ここからステッカー貼り。そして今日の焼肉パーティーの素材、ねえ、やめてください水温対策、その1、これここから流れてきた空気がこうやっててそれとまあウォッシャーね、ちょんまげ、ちょんまげがつきます。はい、なお風が入るようにはいここからね、はい、そはいれを持って、くでださい。これ、でこれをはい、かぶせます。こうか。おお、完璧やないですか。もう忙しすぎて立ちながらご飯食べてます5時だから全員集合。さあ、私は呼ばれました。なにお、ケーキがさやかちゃんって書いてある。私みんなで食べましょう。出し切って治安をずね。何人がかりだ。1234566人がかりでございます。はっきりスタッフ総出で開幕2日前のこの、遅れを取り戻そうとしております。じゃーん、マナト作のこれは何ですか？これでしょ。避けない、やられに来る。いよいよ D1 の帯ですね。
なんかドキドキですね。右が多いこんだけなんかいやレーシングスーツがまたはいビビッドな、ビビッドな鮮やかな色ですビね。ビッドなペンクですビビッドなペンクです。私への1です。乗るよ。本当ですか？乗るよ。やります持ってる持ってる。持ってます？持ってる。イエーイイエーイ。初参戦 A の1やったよ。本当ですか？あ、全然注目だそれだけ。そう全然その感覚わかんなかった。トップバッターなんですね。これ基準値が出るやん最初。すごいすごい。私を見て。イエーイイエーイはい、じゃあ行きますよ。あれこれ来ましたね。あれですよ。問題なし。問題もうあとはもう問題は。じゃないです。問題じゃないですよ。人間がいつも問題ばっかりで。いやでもあの夜行状態で行ってたらいいと思う。本当にそう第一走者ですからね。あ、取っそう A の一番です。やった。やっかわいそうに。いいね。いいらしいらしい。いいよ。それで最初にやっとけよじゃあ、はい思いっきり、そうですね一発。いやももう度肝抜かしてくれよ。新参なんだこいつってどっちに出るか分かんないよ。はいぶっ飛んでいくかそうですねできちゃって手が出るか分かんないけど、はいまあそれぐらいをもう思いっきりやっていいよ。そうです。一発目最初下田いいな持ってるねくじ運。みんなに言われました向こうで。結構ドキドキするかな。楽しみだね。じゃあはい、よろしくお願いします。20分で3周かな4周かな。まあこのペースだとそうですね。今なんかさ、なんつうのなんか全然車速も落ちても10キロぐらい相当追い詰められてます。なんだろうな。なんかすごい NA 乗ってる感じ。出てるスピードだかはら私思ったんですけど、何かカットされてんじゃないですか。いやー参ったなー。マジで参ってる。赤ブースト1キロの時に電圧ドロップしてるわ。電圧も下がってる。電圧も下がってブースト今これ MGP 赤が 1.1 まあ 1.2 かかってる時に電圧 2.39 しかかかってない。 2.5 ぐらいしか。ホ
ほんまは3キロセットのはずなんで、4.2 ぐらいかかってないといかんから2キロも足りないから、現状でできることあるっつったら、とりあえず冷やして燃料、はいで無駄にアイドリングさせずに。D1 ライツからコツコツと挑戦を続け、昨年の日光大会でついに D1 ライセンスを取得。ネクスト10イヤーズプロジェクト広報部長が D1 グランプリに挑むカーナンバー38ドリフトスーパーガール下田紗也香。いよいよ今スタート地点からスタートしてまいります。下田紗也香ピンクのマシン S15、 これがデビュー戦ということになりました。ライツシリーズからついにこの念願の D1 グランプリデビュー。さあまずは1本目 100R から飛び出してくる。ここでちょっとやめた。もう壊れちゃったん何か確かに、いきなりまずは横を振ってきたところでやめてしまった。1本目下田紗也香、今振り出そうと思ったら出なかったですね。壊れてなければやってるはずですからね。多分なんかちょっと何かがちょっと今一瞬トラブルが出た可能性が、そのチャンネルの中では、エンジェクターが詰まってエンジンが吹けない時があるとか、なるほどやってましたね。でも確かに今エンジンそうですよね。コースインの時もなんか元気なかったんで、僕個人的にはね彼女応援してたんですよ、今回。もうダメだったら帰るかもしれない。いやいや早いもうなんでですか。何言ってんですか。それはだって応援してる人がいなくなったら、いやいや個人的なものの中で仕事しないでくださいよ。個人的な主観は大事だと思うんですまあね、まあいいですけども、それは分かりましたけども、もしかしたらちょっとエンジンのなんかそんな感じ不安を抱えてたんで。ギア落としてなんとかしようと思ったけど、もう本当に何も起こらない。だから、ちょっとまた見てもらいますけど、多分エンジンはちゃんと回ってないと思う。いやー、ちょっと辛かったですね。いただいた方もいると思うんですけども、ちょっとトラブルが出てしまって、断層もちゃんと走れずに大変申し訳ございませんでした。というわけで、ですね、広報部長に就任させていただきましたので、次は皆さんと一緒に D1 を楽しんで盛り上げていけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。That's made up, baby, that's made up all that we find. バラ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 言ってもう加速もしないし、これで全開だよ。全然加速しない。御殿場にいる内田さんに遠隔で入ってもらって、で今なんかいじってもらう感じです。
調子よくなったんですけれども、本調子でもない感じもするのは何だろうな。おはようございます。車動くといいな。はあー、ぶつかっちゃった。佐健さん、ごめんなさい。中身が心配。いろいろ曲がってます。カチカチだから、カチカチだからね。うん。ね、ギラギラ。ギラギラですね。ギンギラです。
はようございます。奥江吹に来ております。GP の開幕戦無事、ちょっとマシントラブルで走られませんでしたが、そこから試行錯誤車を直していただき、今日はきっと走れる、多分完璧です。いや今のは歩きありましたね、かなり。いけるよ。あとはドライバー次第じゃないでしょうかね。前はこうしてあげてよ。マシンは完璧になりました。ドライバー追い込んでやれよ。言いたくないけど、単走は B1 グランプリレベルだもん。本当ですか。でもね、この間この2個出し出してもね、やっぱりね、足のセットがまだだから本当に全然できてないからね。だから距離感とか結構大切じゃないですか。そこは不安。だから短い時間の走行の中で少しでも作り上げるのはあなた。あとはちょっと壁にぶつかったらお願いします。それは直すか。大丈夫。ペアメンバーも持ってきてるから。直すか。はい、大丈夫です。ギアがすごい硬い。これをこうやって入れないとね入らないから、なんかいろいろと腕力が必要。何分間？だよな。まずは今氷ができるかどうか、いつものように。よしよしだね。お前の時は気合の問題じゃない。気合じゃない。そういう苦労しなきゃいけない。そう。お前の気合だけじゃどれもならないんだよ。今多分なってないんだよ。そう。そうしてくれるから。3日間かけて。そう。それでもいいよ。そう。ミラの足を変えます。
日練習走行を丸一日走ってエンジンも調子いいしすごい良くなりましたが、私の一番の悩みどころは友達にはなり始めてるんだけど、やっぱりね信頼関係がまだね築けてないので、まあ競ってもしょうがないし、今日の朝もまたちょっとセット変えるっていう話だから、まあコツコツやるかみたいな、時間はかかりますけど頑張っていきましょう。今見た感じは本番前ですが、どっちにしろ良くないのでセットを変えてみます。今練習走行どうだったんですか？今の練習走行はフロントが転がらないから、振り返しとかでいい角度つけてもそのまま旋回できない。ちょっとずつ気になるところを今潰してっていう感じです。自分のやりたいことと車がまだマッチしてない感じもするんで、そこをうまく波長を合わせるのも、まあ、ちょっと仕事かなと思っております。カーナンバー38ドリフトスーパーガール下田沙也加。さあ下田にとっての開幕です。無事では単走を走ることができなかったその悔しさをこのピンクのマシン S15 これにぶつけて下田。さあどう見せる。ライツから上がってきたルーキー下田沙也加のその走りを一気に角度つける。さあフェイントから角度つけていく。さあしっかりとゾーンは取っていきたい。ここからインギリギリ第2ゾーンギリギリ。さあ3コーナーここで旋回をうまくかけていければどうだ。最後の開始今フィニッシュ。ゾーン2が引かれてる。インクリップやっぱりマイナス1点の 95.4 です。 95.4 15番手。残り1本どういった走りを見せるかピンクのマシン S15。 さあ下田にとっての開幕、この T1憧れのこの T1 の中でさあベスト16残れるかどうか。まずは振り出しずーっと振り出してくる。角度を一気につけて第1ゾーン第2ゾーンこの辺りはきれいに通過。さあここから一気にもう一回3コーナー上り込み。ちょっとつまずいたかあまり大きく振り出せずにそれでもなんとか最後まできっちりとフィニッシュ。そうだよな、低いな。希望が持ってそうだが届かないところまでもいかない。 95.7 ダメだ。95.7。さもなく不可もなくですね。いやでもちょっと待った、いけない違うんですよ。違う。ちゃんとコツコツ車を仕上げていく、そこにちゃんと人間も合わせていくっていう課題だから、そうここで飛び級しようとしちゃダメ。で地道にやります。はい。
トで今日も行こうと思ってたんですよ。でもそうすると根本的な原因の改善っていうよりはその場しのぎみたいなとりあえず今苦なく形にできるみたいな状態だったんですけど、作戦変更で、結局この車この奥行きだけじゃないから、もっとちゃんと自分の手足のように扱える車となった時に、いやもう当日だけどもう一回横幅に変えようということでセットをとにかく変えました。もうあんまりない。引いてしまった。すごい、私3回中2回目です。なんか持ってるんですかね。かもしれないね。では 96.9 で通るっていうのはやっと分かりまして、だんだん日にちをねで走る行動に良くなっていったんで、確かに今日期待されてたんですけど。昨日は増減点がなければ97点台というところはね、ありましたから、走り的には97点台のレベルまでは来ているというところなんで、見ていきたいと思います。それでは参りましょう。さあエンジンを下がって今スタートしてまいりました。ピンクのマシンの S1 号下田沙耶香、まずはどういった走りを1本目に見せるか、1本目から攻めてくるか。スイッチコーナーピットを入れながらまずは角度をつけて展開していく。悪くはないぞ、いいところを通っている。悪くないところを通ってきた。さあゾーン2も大丈夫。さあどうだ、この勢いでまずはこの基本と言われている3コーナー4コーナー、どう角度が太くきてるか。それでも綺麗に変わってきた。さあこれは減点がなければまず点は出る。いったでしょう。どうだ、これ7点台出たらいいね。4席が低いな、やっぱり角度取ってんだね。まずは下田沙耶香1本目 96.8。 昨日はまずこれならもう通っていると。昨日はね、はい、で得点ですが、さらに2本目攻めてくるということになるでしょう。失敗を恐れるな。ここから2本目参りましょう。さあこうなると今日はやはり最低でも97点台、96点台ではおそらくコントロールが難しいかも。下田沙耶香渾身の一発をこの2本目でさあ出し切れるかどうか。大きなフィットからシューッと折り出す。ちょっと小さいところ入っていくが大丈夫か。そのまま回し込んでいく。角度をもう一回つけ出した感じ。さあ帰ってきた。そしてもう一度3、4コーナーに向けてずーっと振り込んでいく。さあここはゾーンはきっちり取っていった。この辺り最後まで減点がないようにしっかりとコース内に収まった。いったんじゃないですかこれ。96.9。自分の走りだっていう走りは出し切れてないから、とにかく昨日からずっと言ってた着々とこの1個ずつ階段を感想残ったらいいな。しっかりと7整備やっていって今そして下田沙耶香のまずはベスト16位にこの辺りもみんな入ってきます。いや今岩井照吉完璧です。追走も行きます。頑張ります。とりあえずむちゃ嬉しい。でまたむちゃ周りも喜ぶんだもん。いややっと舞台に来た。やっと来てくれた。あとは好きにしてください。別に追走はもう楽しんでください。ありがとうございます。ここ上げて。増田和幸 VS 下田沙耶香。さあ初めての対戦ルーキー対決ということになります。特にですね下田沙耶香選手は女性としては本当に2015年のお台場以来お台場の16位というのが最高位ですから、勝てば女性としてはベスト8初の進出ということになる。7年ぶりに更新ということになりますんで、そうなるかどうか、増田がそれを止めるかどうかというところであります。ありがとうございます。大体分かったんで。どうぞ。
はいボタン優先で。じゃあこれがでした。はい。喋ってる。言わないよ俺ごめん。やったのか。いよいよ GP で追走ですね。ここまで来ましたね。ルーキー対決です。初対戦です。初めて T1 での追走をする2人です。さあどうやらセットされました。カーナンバー93増田和幸 VS カーナンバー38下田沙也加。今エンジン音が高鳴ってスタートしていく。動き出した。さあまず増田が行く。そして後ろからピンクのマシン下田沙也加。どうだ。ドリフトで抜けてきた増田に対して少し距離を見ている。下田が距離を見ている。さあ増田が行く。増田が行く。さあそれに対して下田。この増田のスピードではちょっと離れてしまったか。ちょっと様子を見すぎた。これはでも増田が豪快に行く。後ろでちょっと何もできなかった。97対94、3ポイント先行増田アドバンテージということになります。いやというところ。さあしかしそれでももちろんまだわからない。思い切っていきたい。先行で下田沙也加。それを増田がどう料理してくるのかどうか。さあ今セットされました。入れ替えの2本目。今度は下田沙也加先行。あとは増田和幸。まだ行ったことのないベスト8の領域両者。さあここから今それで決まる。スタートしていく。まずは下田が来る。その後ろから増田和幸。さあどうだ。増田が近い。なんてことしたんだ。なんだ。そして逃げていく。逃げていく。さらには増田が後ろに回る。ものすごい後ろに回る。いやー暴れてる。これはもうひどい。もしかしていったかもよ。下田先行96。増田和幸同等得点92。あと1ポイント1。もちろんまっすぐなところを含めてマイナス5の減点が入っている。88対96というのはこれは逆転だ。逆転T121 年目にして新たなページが刻まれました、ね。ついにここまで来ました。どうしたんですか。嬉しい。勝てると思ってなかったから嬉しい。やった分かったと思うけど、車速じゃ勝てないから。どうしよう、全然前に出ない車が。でしょ。だからもうそういうセット、前に出るとかセット考えてないからもういいの。だからとにかく97出せ。先行の時。ゴーという合図とともにいよいよファイナル。末永正夫先行。あと追い川端正人、有山義乃が RX7 グレッティ3号 RX。 さあ遠いで川端がいった。見えない。しかしちょっと戻ったぞ。さあちょっと当たったか。戻ったか。Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Somethingいよいよベスト8、2組目参ります。カーナンバー38下田沙也加 VS カーナンバー46末永正夫。
ベスト4進出をかけて、さあ2組目、島田沙也加先行、後追い末永正雄。まずは下田ピンクルマシン、そして後ろから追いマシンの末永がどう見せるか。今スタートしていく。さあまずは下田が行く。そしてもう捕まえていくか。さあ末永が見ながら入るか、見ながら入るか。さあ見ている見ている。さあここは見たところだ。さあまずは逃げていく下田。それに対して末永正雄、ここから追っていこうというところだが取り切ってはいない。ああここはコースアウトした下田沙也加。いやーここは入りきれてはいない。最後まで末永正雄。まずは下田沙也加同走得点96、マイナス2点のコースアウト減点で94。末永正雄同走得点95、後追いポイント 2.5、94対 97.5。2.5 しか取れなかった。だからこのマイナス2点が大きい。そうですね、助かっちゃいましたね。このマイナス2点が下田沙也加にとってはちょっと致命傷になるか。よっしゃ、いけ。いやまだもちろん攻め切りたいところ、後追いを見せつけたい。負けてもそれでも思い切った後追いを下田沙也加見せることができるかどうか。いやそうはさせたくない。思いっきりいきたい末永正雄、どう走るか。まずは先行末永が行く。後ろからピンクルマシン。さあどうだ下田沙也加、なんとか入っていきたい。近づいていきたい。いい角度でいく、いい角度でいく。これは末永が逃げていく。まだ入れない、まだ入れない。さあ心より末永がいい走りしている。末永がいい走りしている。いやー頑張ったけどダメか。ベスト4進出末永正雄。まあよう頑張った。いやまだまだこの後自分でこの記録塗り替えていくことはできるというところを見せつけました。おはようございます。日光サーキット到着いたしました。まだ今マシーン朝まで作業してもらって今運んでもらってるので、とりあえずマーキュリー組待ちです。で今日は匠さんの壮行会にお邪魔してマシンテストをさせていただきたいと思います。おはようございます。おはようございました。フロントのもうドリフトアンダーをなんとかしたいね。周りも柔らかいんだよね、やっぱこれ見るとね。どうしようか、一回場で変えてみるか、それとも。一回さ、どん
ちょっと 08R にしてみるよ。はいはい。どうかまず。はい。1分もまともに走れないぐらいあったんですけど、どうしましょうって感じで解決しませんでした。今回はね、本当にちょっとヘルパーを入れてみました。伸び側のストローク量を稼げるっていうのかな。この車は必要以上にね、リアが結構沈み込んじゃうから、だからアクセルピッて入れた時に前がやっぱ上がっちゃうの。でそうすると今度フロントがこうやって浮いた状態になっちゃって、どうしてもやっぱアンダーが出る。だからリアにグッと乗った時も、まあ、前がしっかり設置するように。今5速1、2、3、4、5って4回やってるとやっぱもたついてるように見えるんだよな。この人はもしどう使いたいんだったら、まあ、忙しいのがいいかもしれない。一回トイレ入ろう。なんとかここ、土日両方思いっきり走らせてあげられたらそれだけで。ね、本当そうです。それだけでいいよ。3年ぶりのオートポリスどうですか？3年ぶりのオートポリスはですね、今とりあえず、この車も初めて走らせるから、一応見てるのはギア比と走らせるラインが一番どこがいいのか、みんなの走りも見て勉強しながらちょっと整えていきたいなと思います。どんどんシビアにしてるけどグリップ上げてる分なんか攻撃力上がってきた感じ。3周でこれツルツルですね。ツルツルでもうスリックでここ全部埋めたいよね。埋められるかな、いつかこの観客。皆さん今日一旦ホテルに行ってからバイバイ。よし行こうか。
いよいよオートポリス始まりますね。はい、とにかく予選通過したい。あんまり思いった通りにいってなくて、ちょっとだけ苦戦した。ちょっとだけ苦戦した。いよいよ始まりますね。結構ね、車差も出るから車的にはなかなか不利なところもありますが、どう決めてくれるか。始まります。カーナンバー38ドリフトスーパーガール下田紗也香、奥井吹で8位という成績を、もちろんこの D1 史上として女性ドライバーとしては最高位というところはありますが、狙っているところはもちろんもっと上。さあその下田紗也香1本目、非常に大事なこの1本目どう来るか。まずはギリギリのところ、そして返していくところでちょっといい返しにはなっていないが、さあギリギリ中入ってった。94.2 という得点になっております。あれ1位コーナーもうちょっと角度つけたらやっぱ厳しい。もうちょい思い切っていってもいいんじゃないかな。さあ下田紗也香も1本目94点台、これもなんとかまだ今日ボーダーがどこまでなるか分かりませんが、まだ分かんないですね。7点台は出しておきたいというところからすると、下田も練習走行では7点台が出てませんでしたからね。さあ一発を狙っていきたい。思いっきり打ってきた。あとはギリギリところ。さあここは振り切っていく。今フィニッシュどうでしょう。出た 97.6 だ。97.6。現在2番手。もう残るところです。とりあえず取りそうだね。 7.6 だったらね。13番手に下田紗也香入りました。ベスト16入りが決定ということになりました。はい、ゴビじゃ。ありがとうございます。カーナンバー7松井幸代 VSカーナンバー38下田紗也香。17日。ああ、これがどういうことになるか。まずは最高体制は下田というところでありますが、先行松井は関係なくまだ思いっきり角度をつけて飛んでくる。さあいい先行。それに対していいラインでした。戻った、完全に戻った。下田が戻る。どうした？あ、止まってますよ下田の車。おや。うわ、これは下田紗也香、ちょっと走ることができないということになるんだと思います。なんかアクセルのペダルを踏んでも何も起こらない状態になっちゃうんです。治りそう？治りそう？かけていいよ。かけます。気をつけてね。さあどうやら時間切れだ。ここでタイムアップ。下田紗也香マシンを降りました。外れないよね、普通。外れないですよね。どういう力が加わったら外れるんですか？横じゃないこれ。なんで不思議すぎない？ここストッパーじゃないですか。だからこれ以上踏むこともがあったとしても止まるわけだもんね。これがグーっていってここにぶち当たるぐらいで。どうしてだろう。これが先踏んでいってこんな感じになる。これが通常の100%で
秒ずれてるの、ちょっと、さっき思いっきりブッて踏んだらこれがこっちにずっこけて、そうするとペダルがこっち動くじゃん。一つ直せばまた次が出て、一つ直してまた次が出て。いやまあでも競技車両ってこうやって一つ一つあらを消していくしかないから、難しいね。このコースはどういうところが難しいんですかね。これで目で見た距離感で振り返していくでしょ。バンクになってるからどうしても止まっちゃうのね。絶対にこれ通常だったらぶつかるようなところで振り返していかないと、要は壁まで上まで登れないのよ。だからよ、今1コーナーラインが悪かったら分かった。とにかく振り返して奥振りでいかに恩返しで早くバンバーンってねできるかがポイントになるんじゃないかな。なんだろうな、どうしたらいいんでしょう。これって、バチンといけ。いやバチンといけっていうよりも、まずだからあんな手前だからあんなのバチンといけないんだよ。土曜日日曜日に向けてドライバーが乗りやすいセットをいろいろ試して、これだったら思い切って走れるなっていう、まあ車をしてあげることがいいのかなっていう感じかな。もっと長いやつあったと思うんですけど、なんかそう位置が違うもん。ここのスタビのね、このブッシュの上を切って、ただここをまあ動くようにした団子、これね、これ半分に切ったやつをここに1個入れたの。利きを弱くしたんですよ。それで計算して、どっちがどうっていうのをやってみましょう。大丈夫？はい、抜けました。はい、ゆっくり下げます。もうちょい前行くよ。こっちの方が乗りやすくない？やりやすくない？ね、まあ移動してます。奥になる。
ブレーキ踏みやがったね。あとほんのちょっとの勇気です。来たよチャンピオン。勇気。ずっとほら恩返し恩返しって言ってるじゃないですか。恩返しじゃないんですよ。オフ返ししかもサイド合わせみたいな。なんで恩返しして壁に当たるかもしれないけど、でもやらないとさダメじゃん。いきますか、そろそろ覚悟を決めて。よし、ちょっとそろそろ自分のことを追い込もうと思います。一軸も低いな下田まで。ここここからエア吸ってもあんま関係がないんで。ああ、そっかそっか。下からリフトポンプで上げてるんで。あ、これで内田さん、多少鉄粉が入ってるような感じがあるんですけど、どうだろう。これを基準にしてずらしていけばいい。はい。今日は本番1日目頑張ります。今まで98点台がなかなか出せなかったんですけど、みんなの走りも動画撮ってたから、例えばいい人と自分の走りの差とか、どこでどれだけの差があるのかとかいっぱいデータを取っといて、昨日宿で見てたの。これが点数出るんじゃないかって思うイメージを今そのまま走ってみた。岩井照吉フィニッシュ手前5センター0点。うわー、5センター0点。ここでもう10点引かれて一皮抜けた下田沙也加が見れるか。さあ下田沙也加、なんとかまた再びベスト16にパシフィックマシンを持っていくことができるかどうか。打った。さあ
ここ恵比寿西最終ラウンドではどうだ。角度つけられてるのか。さあそして繰り返しのスピード。これは失敗。思いっきり果敢に攻めてきた。しかし失敗です。ただね、練習とは違う攻め感はやっぱり本番で出してきますよね、この人はね、本当に。ただこれは大きな失敗で追い込まれることになります。で抑えるなよ、一緒でいいからな。カーナンバー38下田沙也加。下田沙也加1本目は果敢に攻めて失敗。ベスト16に向けてこの2本目攻めてくるしかない。ビッグマシンゲース1号下田沙也加の2本目。さあどうだ、ギリギリ。そして開始してなんとかギリギリちょっとふらつきながら降りていく。さあ降りていく。ギリギリのところ最後まで切ればまだわからないぞ。危ない。大丈夫か。オーバーにギリギリ。危ないで、あとはどこまで得点が伸びるかがこれギリギリのところ。さあ入るかどうか下田沙也加。この辺りの下田沙也加の2本目、まずは減点がなければ。いやー伸びた。97.3。よっしゃ9番手。なんと下田。8点台を出したかったんですけど、1個ずつ階段を上っていきたいと思います。はい。メクワ選手うまい。入ってる。すごいぞ。優勝メクワ幸次郎。メクワ選手はうちのスクールの先生としても来てもらってます。よくだから追走練習の相手もしてもらってるんですよ。ないからもう D1 まで来た。そうでそれで追走教えてもらいに来た。メクワ幸次郎 VS 下田沙也加。でもこの対戦ということになったのかな、がありますけれども、2組目セットされました。カーナンバー79メクワ幸次郎 VS カーナンバー38下田沙也加。さあ単走8位メクワ、単走9位の下田沙也加ということになります。16、ベスト8まで勝ち上がったこともありますが、今日はこのまたしてもこのメクワ相手にどんな走りをピックルマシンゲース1号下田沙也加ついていく。さあどうだ、まずメクワが走ってくる。それに対してメクワが角度がない。ぶつけた。これはメクワ壁にヒット、バンパー飛ばす。うわー、この後の戻りは下田、このパーツの影響を受けたと僕は思いますね。そうですね。ちょい戻しで止めて下田行き切りましたよね。うわー、結構いってるな。かなり戻った。リアバンパーを飛ばした時にそれが後ろに対して影響が与える場合、かなり大きな減点が先行者に与えられます。いい単走を期待してます。もうこの差はもちろん下田。そしてメクワサードバンテージを取ったビッグマシンゲース1号下田沙也加。まずは今度はメクワが後ろから近づいている。近いところにいるぞ。さあ逃げる下田。そして思いっきりいった下田が行く。メクワが戻った。メクワが合わせられない。なんとこれは下田がメクワを破るということになる。
ったなこれ。感想いいね。感想良かった。いやこれはベスト8ということになるんでしょうか。T1 初優勝を果たすメクワ幸次郎を破ってのベスト8と。すごい。すごい。やったよ。次は大悟先生ですね。最高速も153キロ、トップ。いや、またトップスピード取ってきました。いやー、伸びた 97.3。 とにかく前に出るよ。カーナンバー87斉藤大吾 VS カーナンバー38下田沙也加。さあいよいよベスト8の1組目ベスト4進出をかけて斉藤大吾か下田沙也加か。もう下田沙也加にとってはもうこのキック、はい、この斉藤大吾どう走るも何もない鉄鋼で思いっきり行くしかないところ。どうしたこれが一気に前に出たぞ。思いっきり出たところから戻っていく。さあそしてそこを先行の斉藤大吾今離されたまま。下田最後ですね。速い選手相手にですからもう何も見ずに下田が切り来たんですね。合わせるも何もなくね。さあ今度はピックの町に下田沙也加の前、そして後ろから斉藤大吾。いや近いところこの下田に対してレベルの高いところで走るとどんどん自分の殻を破っていかないと上に行けないから、一気に殻破れた感じ。時間はかかるかもしれませんが、とにかくドライバーの技術も車のポテンシャルもチーム力も高めていつか勝てるように、はい、頑張りたいと思います。よし。